テキラドンジョンです。今回は日本最強の15人集めたら世界一取れる説やっていきたいんですけども、皆さんご存知の通り、急遽ね、アップデートが入りまして、ロケバルの強化みたいなところが入りまして、リプレイが消えちゃったということでね、リプレイ消えちゃったんですよね。3日目から7日目までのね、アタックが全て消えてしまったので、内容を軽く解説、リプレイはね、見れないんですけど、内容と、今回のリーグの振り返りとかをしつつ、最後にちょっと、時間潰しに僕のね、レジェンドアタックを見て終わろうかなと思います。というわけでね、やっていきましょう。はい、というわけでね、2日目まで、ここまではね、動画がギリギリ撮れてという形だったんだけど、ちょっと文句言うとね、ロケバルのイベントが来るっていう風にね、発表されてたじゃん。なんでイベントと一緒にやらずに急に、しかもなんか30分前とかにさ、急に言われてさ、無理やん、そんなんと思って、リプレイ消された。しかもクランリーグ終わってない時にそんなやつ、今までなかったからさ、リーグ中に入れるの、ひどくない？リーグ中に、まだリーグ終わってなかったのに、消されましたね。ということでね、3日目、星1、2つっていうところがね、森尾さんとカズマくんのところから出てっていうところで結構きついっすね。ちなみにね、初日の星1もカズマくんだったってところでね、やっぱね、ヒーローギアのレベルの差っていうのはね、めちゃめちゃ出てたんじゃないかなと思いますね。で、ここも星1が、日本戦だったんだけどね、ちょっとこれ痛かったね。42対42の破壊率での敗北というところだったので、露骨にちょっとね、星1と破壊率の方で響いてしまっちゃったかなって感じですかね。相手はシンプルに3ミスで星2って感じだったので、前回数では勝ってたんだけどねって感じなので、ちょっとね、オーバーグロー型が流行ってることによって、全回数だったりね、全回速度は上がってるんだけど、やっぱ星1のリスクっていうのがね、結構上がってきてるなって感じましたね。で、ここも2本ミスっていうところと、6日目はね、相手がすごくて45点取ってきたっていうところでしたね。で、クラウスだったかなが攻め残しだったと思いますね。そうですね。こっちもそんなに悪くはなかったんだけどって感じで。で、7日目に関してはタウンホール15じゃない、16か。16じゃない配置しかなかったレベルで、上3つ以外は全部16だったって、じゃあ16以下だったんでね。参考記録みたいな感じでした。ということでね、リーグトータルは2位というところで、2敗した割にはね、星ボーナス考えれば、首位、どっちかね、勝ってればね、1位はね、狙えるところだったし、破壊率だけ見てもやっぱ、リーグの1位ではあるんですけど、星数だったり勝利みたいなところで、必要なところ勝てなかったので、2位でしたと。個人成績に関しては、上から1、2、3、4、5、6、7人までパーフェクトですね。7分の7が7人いたので非常に優秀だったかなというところで、僕もね、7分の7というところで良かったですね。で、下位争いに関しては、カズマくんと森尾さんというところで、森尾さんこれで3回目とかになるのはね、ちょっと入れ替え戦の方をね、2度戦っていただく形にしようかなと思っております。カズマくんは初めてかな。やっぱこれは普通にアカウントのあれが出たかなと思っております。クラウスは攻め残しで、ここ来たんだけど、ほぼほぼ消した後だったので、最近はずっと攻めてたしね。クラスも攻めてれば7分の7取れたっていうところなので、半分ぐらいはやっぱ7分の7でパーフェクトで取れる環境なのかなっていうことでね、先月よりもルートライダーが弱体化されたはずなのに、全回率が増えてるってことは、シンプルにね、ロイヤルチャンピオンのヒーローギアっていうところが強いんじゃないかなと思いますね。ルートライダーだって弱体化しててさ、それの結果ルートライダー編成が増えてるのにもかかわらず、全回率上がってるっていうところでね、おかしいよね。原因なんだって考えたら、やっぱ追加されたことがね、ロイヤルチャンピオンのギアなので、ロイちゃんのギアの効果によって、ホグ、ヘイストっていうところが、先月よりも全回率を上げた先々月とかなんか前の環境よりも全回率が上がったところじゃないかなと思います。環境的にルートライダーが増えてるっていうところもあって、今までルートライダー編成をやってなかった人も今月はルートライダーをやってるところが多かったかな。やっぱ 5V5 だったりっていうところで練習必須でレジェンドリーグでもね、練習してる人たちが今多いので、ルートライダー環境ですね。リュウタくんとかヒロヤさんとかガクとか、今までは別の編成やってた人たちもここやってて、クラウスとかもそうだね。スミスとかもそうか。ほぼ全員だね。我関節な 5V5 やってない人たちだけね、独自の編成やってるっていう、そんな4月シーズンでした。キャスリーさんもドラゴン系でね、1本目ちょっとね、71%とかだったんで、渋い感じになっちゃったけど、それでも7分の6全開っていう感じで、おおよそ良かった
は良かった。好きだったんじゃないかなと思います。レジェンドにしようと思ったんだけど、レジェンドの方もリプレイ消えてましてさっき始まったクラン対戦の方からやって聞こうと思います。一応ね、1番、2番がね、アップで開けてから、メンテナンス開けてからせめて星6取ることができてて、まあ一応サバカも星6だったんだけど、まあ、そっちはルートライダーラッシュなんでね、クイヒールートライダーやっていこうかなと思います。まあ基本的には1番、2番を最近は何も考えずに攻めてることが多いですね。クラン対戦の方は。はい。ということでね、まあちょっと突然のバランス調整によって、撮影ね、できればね、早い段階で撮れてればよかったんだけど、今まで、クランリーグ終わる前にこういうのが入ったのは、ほとんど経験なかったんで、ちょっとびっくりしちゃったんでね。まあ、いい経験なんでね、まあ、今後の反省に生かして、リプレイの撮影とかもね、早めにできましょう。まあ、せっかくね、参加してくれた、ね、いいメンバー集めて、リプレイ撮るっていう目的でね、集めてたので、ちょっとね、このいいリプレイがね、いくつか消えてしまったのが申し訳ないんですけど、タウンクイヒですね。タウンホールがなんか外の方にポイって捨ててあったので簡単に拾っていって、まあ、ベビドラがぶっ刺さっていくと。クイーンの方でクロスボウを取ったタイミングで、どっちかベビドラ、どっちかスニゴブで、まあ、クイーンの向かう方向と反対の方にベビドラ投げてあげればこういう感じで取れるのでめちゃくちゃ美味しいですね。で、シングルターゲットがね、かからないところでアイスゴーレム当たれるところとかもしっかり確認しつつ、特化弊社。多分まだ1体だけね、アイゴレ出てきてないよってところだったので、ここはフリーズ打ちつつ、これね、今考えるとね、アイゴレフリーズでもよかったかなと思ってるんだけど、まあ先にシングル打てるようなレイジ打ってあげたら先に折れたんでね、まあまあまあ。リスク考えるなら、アイゴレとシングル固めて、この超団体砲からの攻撃は許容するっていうのでもよかったのかなとは思いましたね。まあどっちにしろレイジかけてるので、超団体砲からの攻撃を受けたところでユニコーンはすでに死んでるんでね、まあ、耐えれる火力なので、まあ、どっちでもよかったかなっていうところを考えると、まあ、確実にシングル IT に捕まる前に、アイゴレに捕まる前にシングル IT を折れるタイミングでフリーズを打っていくっていうことが必要だったのかなというところで、一応クイーンの方にウォールブレーカーを最後つけつつ、まあ、何も考えず攻めてるんでね、普段の編成通りなので、余ったオーバーグローをとりあえず9時の終点に打ちつつ、あとはぐるぐる回って全開という形ですね。そうだ、レジェンドリーグの方でさ、クイヒのルートライダーでもタウンホール隠すさ、今のルートライダーラッシュみたいな取り方で前回取ったやつがいくつかあるのよ。それ動画にしてもいいなとか思ってたんだけど、その辺も消えましたね。最近やっぱり、ルートライダー対策とか、まあ、クイヒ対策とかなんかいろいろね、対策された配置もいろいろ出てきてはいるので、まあ、そいつらの意表をつくようなね、攻め方をして前回取っていくっていうことで、クイヒールートライダーでもタウンホールを隠していく取り方っていうのを最近取り入れてみて、まあ、オーバーグローの勉強ができてるんでね、まあ、的確に刺さるオーバーグローの使い方っていうのをしてあげたときに、やっぱいい結果になってるなーって、レジェンドリーグでやってて思うので、まあ、選択肢としてそういうのを入れていくのはありだなーって感じてますね。ヒールートライダーでオーバーグロー積んでる人がまず少ないのに、その上でタウンホールまで隠し始めたらびっくりするよね。ここはホーミングチェック。個人的にはね、死体空輸賞みたいな感じで出してたんだけど、まあ、大工って死体空んだろうなと思ってたらね、対空砲撃ってね、下帰ってきてくれるんですよね。まあ、下帰ってくるはあってたんだけど、上の対空砲によると思ってなかったので、ちょっとヒーラーの方がね、ボコボコにされましたね。まあ、オールブレーカーつなぐところまでは、まあ理想的な穴開けと変わらずで、ここから、ヒーラーが撃たれてしまうところなので、インビジブル隠しつつ、まあ、ディガホグみたいな展開ですよね。で、特化兵士を置いてから、まあ、必ずやることがバーバリアンとかいろんなものを出してあげることで、まあ、テスラケア。特化兵士って置かれたタイミングからターゲットが入るので、空中に浮いてるタイミングがまだダメージ入らないんでね。まあ、そういったターゲットが入らないので、そういった意味合いで、絶対に何か出すようにしてますね。で、バーバリアン出した瞬間にテスラとか見えたら、なんか他のユニットでターゲット取れるように、高速で展開できるようには目線をそっちにもつけつつ出してるみたいな感じですね。で、迫撃砲とかもあるので、その辺のターゲットをね、シューターの延命みたいなイメージでターゲット絶対ブラすようにしてますと。で、今このガーゴイルは途中で赤枠がね、見えてたんでね、ヒーラーが HP ちょっとやられてるの見えますかね。
この赤バク解除のためにガーゴイル投げればガーゴイルではね、赤バク解除してヒーラーを延命できると考えたので、この辺は今までの経験ですね。赤バク解除のガーゴイル投げたことによってヒーラーが最後まで延命されてクイヒー継続と。で、ルートライダーとかもね、3次側をオーバーグローで隠してたこともあって、現れた施設に対して、いろいろ残った回収を投げつつって感じですかね。フリーズも2発残ってるし、さっきよりももっと余裕の全開になったんじゃないかなと思います。キング、クイーン、ロイヤルチャンピオン、いろんな能力が残りつつ、フリーズも残って、ボコボコですね。かなり理想的なプランと刺さった、あれなんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、素晴らしいですね。開始6時間ぐらいでもう残り1つのところまで14アタック入ってというところで、僕のアタックは4本ですね。4分の4というところで貢献できたかなというところですが、こんな感じでね、クランリーグメンバーシップ入ってくれてる方と、16オンリーを10人体制でやってて、15人とかね、もっと増えたら増えたで嬉しいので、ぜひメンバー入ってる方は、参加したい方は気軽に声かけていただけると嬉しいですし、まだメンバーシップ入ってない方はね、入って、クラン対戦一緒にやりたいよって方は入っていただけると嬉しいです。ということでね、ちょっとね、クランリーグのリプレイの件はちょっと残念だったんですが、こんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。また